皆様、ごきげんよう。いかがお過ごしですか？今回は楽曲登録の流れをおさらいをしていきましょう。サウンドオンのサイトは更新されると機能表示や登録のフォームがいつの間にか変更されていることがあります。また、初回動画ではさらりと紹介してしまいましたので、再び流れを見ていきましょう。登録フォームは2025年1月現在のものとなります。では早速参ります。ログインされましたら、右上のアップロードボタンを押し、進みます。1曲のみの登録であれば、シングル楽曲を。2曲以上の場合は EP アルバムを押します。今回はシングル楽曲で進めていきます。まず楽曲のアップロードをします。ファイルを追加を押し、任意のファイルを選択し、アップロードしてください。次に TikTok の公式音源を作成するがありますが、後ほどじっくり行います。タイトルを入力します。この時日本語タイトルであれば、次のタイトルの言語を日本語と選択します。タイトルが英語であれば英語で良いでしょう。バージョンは過去にリリースされた楽曲の場合、バージョン選択をします。ジャンルを選択し、可能であればサブジャンルまで選択しましょう。サブジャンルは多数選択肢がある場合があります。わからなければサブジャンルは空欄でも問題ありません。続いてメインアーティストを選択。ご自身のアーティスト名を選択し、送信を押します。Spotify や Apple Music にアーティストページがない場合は自動的に作成してくれます。後に手続きすれば各プラットフォームのアーティストページが見られるようになるはずです。注目アーティストは入力しなくても問題ありません。貢献者は入力が必要です。役割とご自身のアーティスト名を選択しましょう。役割の選択に迷ったら、例えば AI 生成楽曲を作ったのであれば、プロンプトをプログラムしたということで、プログラマーという解釈で良いかと思われます。制作・技術職の入力も必要となります。役割とアーティスト名を選択し送信を押しましょう。続いてソングライターはアーティスト名を直接入力しましょう。すぐ下の私が作曲家ですにチェックを入れてしまうと本名情報が使われるのでご注意ください。インストゥルメンタルかにチェックを入れます。歌が入っている楽曲であれば、いいえにチェックを入れます。歌詞の言語、E マークを選択、歌詞を入力しましょう。作詞家のところも、アーティスト名を直接入力しましょう。こちらもすぐ下の、私が作詞家ですにチェックを入れると本名情報が使われます。レコードレーベルはレーベル契約されている方は入力が必要と思われます。おそらく動画を見ていただいている皆様のほとんどは空欄にしておいて問題ありません。続いてカバーアートの登録です。一辺が1400ピクセル以上、最大6000ピクセルの正方形の画像を用意します。点線になっている四角を押し、開いたウィンドウの左側、カバーアートをアップロードを押します。任意の場所から用意した画像をアップロードし、送信を押しましょう。トラック配信の項目です。以前にリリースしたことのある楽曲家を選択します。新しい曲を初めて配信するのであれば、いいえを選択します。他から移行する楽曲である場合は、はいを選択し、下記の UPC や ISRC の管理番号の入力が必要になります。必要事項の選択や入力が済みましたら、次へを押します。入力がされていない場合はエラー表示がされます。先ほど飛ばしました TikTok 用のクリップを作成していません。それではクリップを作りましょう。オンラインでトリムを押します。ウィンドウが開くとクリップの候補が範囲指定されています。それはクリップの始まりや終わりが問題なければ、そのまま採用しても構いません。今回は自分でクリップ位置を指定します。一つ目は前半部分から作成。下のバーの開始側と終了側の丸を移動させます。
開始側は曲頭となりますので01で問題ないでしょう。終了側は聞きながら詰めていきます。良ければ確認をするを押しましょう。クリップは15秒から60秒以内で作成しなければなりません。この場合は 13.5 秒なのでエラーが出ました。もう少し伸ばします。聞きながら終了位置を調整していきましょう。この時開始と終了位置の数値を覚えておきましょう。再度確認をするを押しましょう。クリップがアップロードされます。一発で成功することは少ないので。開始部分と終了部分は必ずキレの悪いところでないかを確認します。問題なさそうですが、わずかに早いかな、と。やり直す場合は×マークを押し、再度オンライントリムをします。面倒ですが、また開始と終了位置を移動させます。先ほどの終了位置の時間を覚えていれば、数値を入力して 0.1 秒ずつずらして調整できます。これで良さそうです。では2つ目を作ります。中盤あたりで1つ目とは違うフレーズにします。さて、どうしようか。このあたりくらいにしようかと思います。終了位置を付近に移動させます。これだと15秒に足りないので強引に何とかします。開始位置を早めて1秒少々稼ぎます。15.1 秒。とりあえずこれで確認してみましょう。わずかに足りない。小説の終わりにぴったり持ってくると歯切れが良くなります。しかし、オンライントリムで合わせるのは難しいので、やや妥協するしかありません。先ほどの開始と終了の数値を覚えていれば、直接入力し、調整していきます。この繰り返しで、品質を高めていくしかありません。次の小説が、ペコッと一瞬聞こえてしまいました。やり直し調整です。このくらいで良いでしょう。そして3つ目のクリップを作ります。3つ目は自動で範囲指定されている曲の中盤から終了くらいにします。TikTok の動画で使われやすい、使いやすいと思われる良い箇所を最低で2つ、できれば3つ作りましょう。ここを雑に作ると見つけてもらえても CML などで使われなかったり、なんてこともあるかもしれません。極力良い仕上がりを目指しましょう。
このように3つ用意できました。ではトラック情報は入力を終え、次へを押し、続きのリリース設定に戻りましょう。ここまでの入力を保存したい場合は下書きに保存を押しておきます。時刻の同期を選択します。ローカルリリースは視聴者のタイムゾーンの午前0時にリリースされ、グローバルリリースは世界一斉にリリースされます。タイムゾーンの基準は下のリリース時期のすぐ下から変更ができます。リリース日の設定は申請する日の約10日後から設定可能です。リリース時刻を設定します。下にタイムゾーンを変更するリンクがあります。TikTok でクリップをプレリリースするかのラジオボタンがあります。はいを選択すればリリース前から TikTok 内で公開されます。リリース日と時刻を設定します。プラットフォームの選択です。すべて選択されていますので、配信したくないプラットフォームがあれば、チェックを外しましょう。次へを押して、その他のリリースオプションへ進みます。自身で全て作成し、出版社などに契約せず、自身で全て管理している場合、100% を選択します。その状態の曲でないと、CML に楽曲登録はされません。このトラックには、既存の出版社または出版管理者がいますか？このチェックはいいえにします。このトラックをプロや CMO に登録したことがありますか？このチェックもいいえにします。リリースオプションはここまでになります。次へ進みます。最後はレビューとなります。これまで入力した内容が確認できますので、問題がなければ送信を押し、完了となります。以上が楽曲登録申請の流れでした。続けて、サウンドオンの収益源についてお話ししていきましょう。これは私が情報収集し、調査した結果ですので、一部に古い情報を含んでいたり、不正確な部分があるかもしれません。具体的な情報は提供されていないので、おおよその目安としてお考えください。サウンドオンはどこが収益源になっているのか。TikTok、CapCut、CML、連携している音楽プラットフォームと大枠で理解されている方がほとんどだと思われます。アナリティクスを見ながら TikTok からまず見ていきましょう。登録した楽曲が TikTok で動画に使用されることで収入を得ることができます。具体的な単価情報は公開されていませんが、動画の再生回数やエンゲージメント、いいね、コメント、シェアなどに基づいて収益が計算されます。視聴数に基づく収入もあります。再生回数が多いほど収益が増える傾向にありますが、具体的な単価情報は提供されていません。いいねのカウントも収益に影響を与える可能性がありますが、具体的な収入源としての詳細は不明です。いいねが多い動画はアルゴリズムによってより多くの視聴者に表示されるため、間接的に収益を増やす効果があります。サウンドオンの収益モデルは、主に動画の再生回数やエンゲージメントに依存しているため、具体的な単価情報は変動する可能性があります。TikTok の収益単価は低いと予測されています。比較して、チューンコアクリエイターズの収益単価は TikTok よりも高いとされています。続いて、連携されている外部のプラットフォームについての情報です。ストリーミング再生回数は、アーティストにとって重要な収入源となります。Spotify、Apple Music、YouTube Music などのプラットフォームからの再生回数に応じて収益が発生します。30秒以内の再生は、多くのプラットフォームでカウントされないか、収益にならないことが一般的です。最低でも30秒を超えて再生されないと再生回数としてカウントされないようです。そしてまた、再生回数のカウント基準があるようです。1ユーザーアカウントにつき1回カウントされる情報については、プラットフォームによって異なりますが、一般的には一定期間内に同じユーザーが再生した場合、1回のみのカウントとして処理されるようです。カウントの期間については、具体的な情報は公開されていないですが、YouTube などでは一定時間内に同じ IP アドレスからの再生は1回のみカウントされる仕様があるとのことです。
そしてリスナーのカウント数。こちらのリスナー登録数自体は直接的な収益源とはなりませんが、リスナーが増えることで再生回数が増加し、結果的に収益が増える可能性があります。そして保存回数。リスナーが楽曲を自分のプレイリストやライブラリーに保存した回数を指します。これは、リスナーが楽曲を気に入っていることを示す指標です。保存回数自体は直接的な収益源とはなりませんが、こちらも間接的に収益を増やす効果が望めます。あとはキャップカットについては、基本的に1回の使用に対して収益が発生のようです。単価はかなり低いと言われています。そして、CML。こちらが重要な収益源となると考えられます。CML での楽曲使用に関する収益額は最終的に通知されますが、具体的にどの広告やプロジェクトで使用されたかを追跡することは難しいようです。具体的な単価は契約内容や使用されるメディアによって異なりますが、商業利用におけるライセンス料が高額であるため、一般的には期待できる収益が高いと言われています。CML は TikTok 内での商用利用を目的として提供されています。様々なスタイル、ジャンル、地域の楽曲が商用利用可能にされています。では、一体再生単価はどのくらいなんだろうと気になるところであります。まず、かなり低いとされている TikTok から考えていきます。TikTok の再生単価は、一般的に1000ビューあたり 0.02 円から 0.05 円程度とされています。これは動画クリエイターが得られる収益単価です。サウンドオンで楽曲を提供している側に入る収益は、そのうちの 0.01% 前後くらいではないか、という計算に至りました。まあ、これは私の推測値になりますので、間違っている可能性もあります。再生回数やエンゲージメント、いいね、コメント、シェアなどに基づいて計算されるため、具体的な収益額は変動すると考えられます。人気のある動画になれば 0.02% とかになるかもしれません。TikTok とサウンドオンの契約内容は公開されておらず、収益分配の割合は不明です。いずれにしても再生単価が非常に低いことが予想されます。一方、外部プラットフォームはどうでしょう。これは2025年1月現在のウェブ上に出回っている単価です。これらの再生単価は、プラットフォームごとに異なり、また変動することがあります。具体的な収益は、再生回数やエンゲージメントによっても影響を受けるとも言われております。はい。というわけで今回は細部まで探ってみたのですが、いかがでしたでしょうか。皆様の作戦を立てる判断材料となれば幸いです。この後は月別の分析をしていきますが、引き続きご視聴よろしくお願いいたします。11月のアナリティクスに行きます。まあ、振り返ってみますと、ご覧の通り、私の場合、もうとにかく TikTok の動画使用数、もちろん視聴数が、とにかく少ないんですね。少ないったら少ない。使用数が118、視聴数が約21万3000。TikTok だけで言いますと、これで約79円の収益でした。外部のストリーミング再生数は、ぼちぼち、1000回ほど、こちらは11月の収益には反映されていません。プラットフォームにより異なりますが、2、3ヶ月後に反映されると言われております。リリース日とグラフの推移の関係も見ていきます。11月は26曲リリースしました。これは10月申請分と11月の申請分となります。駆け出しだったので、いち早くリリースされることを目指した結果、ところどころまとまってリリースされています。出だしが動画で少々使われて期待しましたが、中盤以降は1日に5件以下ですね。視聴数に切り替えますと、1月18日に視聴数10万近く叩いています。こんなもんじゃダメでしょうね。1日に100万以上とかが数日あるのであれば、TikTok の収益が見込めるかもしれません。とはいえ、単価が低いとなれば、一月でどこまで狙えるのか。月に TikTok だけで1万円くらい出れば、かなり多い方なのではないかと仮定します。一方、外部のストリーム再生による収益は反映されてみないとわかりませんが、再生回数1000を YouTube 再生として 0.22 をかけても220円くらいになるのか。結果が出れば、
また明らかになる点もあるかもしれません。続けて12月に行きます。やっちまったな。動画使用数は減り、当然、視聴数も減っております。これは絶対、まずいでしょう。月末にちょっと使用数が多くなってますが、多いってレベルではありませんね。分析するまでもない。まあ、原因はリリース数にもあるでしょう。ご覧ください。12月は当月の新成分11曲が後半からリリースされ、残り9曲は1月になってしまいました。11月末と12月初めは忙しかったもので。視聴数も見ておきましょう。まあやはり、リリースされれば、使われて少しは上昇してますね。20K や 30K、やはり少ないですわ。一方、外部のストリーム再生数も11月の3分の2ほどです。ただ水色に棒グラフの部分ですが、Amazon Music がちょいちょい再生されるようになりました。やはりリリースのタイミングというのも少しは影響あるかとは思います。以前の動画で分散した方がいいかもしれませんと言ったのですが、なんとなく連続してリリースしてしまうと、一気に表示された後、次々と違うアーティストが上に表示されるわけでないですか？そうなるとまとめてリリースしたものも一気に下へ消えていくことになります。リリース日を分散した方が見つけられやすいタイミングが多いかもしれません。定期的に新しい楽曲をリリースした方がリスナーの関心を維持し、エンゲージメントを高められるとも考えられます。さてさて、これまでの11月と12月の分析を踏まえまして、あれですよ、あれ。今回、あえてサムネイルでも告知せずに沈黙していました。ちょうどこの動画をまとめて準備している時に反映されました。それでは12月の収益結果です。11月から比較して12月は全体的に低迷してます。さて、どうなったでしょうか。ドーン。ダメでした。これは11月と12月の合計ですね。ページ変えまして下へスクロールします。11月 CML が116、TikTok が約79、キャップカットが14でした。そして12月が CML が508、TikTok が50、キャップカットが10円、合計が569という結果でした。分析通り TikTok はちょっと減りましたね。そして CML がじわじわ増えそうな期待を持たせられます。前回の5倍までいかないくらい。これがね、いきなり昇天する可能性があるかもしれません。夢がある。ロマンがある。TikTok とキャップカットは単価低すぎるので、あまり稼げてなくても心配しなくて良いと思われます。まあ、目標金額500円と言っていたのでそれは達成ですが、予想通りです。どの曲がちょっと数字が出てるかというと、全く本命でない曲なんですよね。ミラクルで CML 爆発期待してましたが、まだ2ヶ月目ですし、来月こそ焦点モードに期待しましょう。販売地域を見ると、やはりアメリカが大きく数字が出る可能性がありますね。その他は大半がヨーロッパです。販売タイプがどうなってるかと言いますと、プロモーション以外の広告が占めています。これもどれが単価いいのかは全然わかりませんね。さてさて来月の目標金額はという前に1月も一部になりますが分析をしてみます。それでは1月ですが、途中までとなっております。年末からリリースが集中してしまい、1月は毎日リリースされるような感じになっております。やはり動画に使われるの少ないです。視聴数もどうぞ。これまた微妙、微妙。気にしない。ですが、外部のストリーミング再生数が増えてきました。このあたりも反映が楽しみですね。さてここで事件勃発です。姉さん、事件です。ちょいとリリースページを見ていただきたいのですが、1月27日までだいたい1日ごとにリリースされるように設定しました。この動画を作成した日は24日です。ところが、どっこい。1月15日までの13曲はほぼ設定通りに承認が通りリリースされましたが、16日以降、もう予定日が過ぎている13曲はまだ承認すらされていなく、リリースされておりません。やってくれたなぁ。サウンドオンメ。ほぼ毎日リリース計画を打ち砕かれました。
というように、設定日の通りに承認されないことがたまにあります。さて来月以降に期待しましょう。これまでの分析や結果から見ると、やはり CML に焦点を合わせた楽曲登録が良いかもしれませんね。おそらく TikTok で動画でよく使われる楽曲と CML で目をつけられる楽曲はちょっと違う気がします。そこら辺も考えていくことが必要かもしれません。プラットフォームの傾向として、TikTok は短い動画が主流で、ユーザーは次々と新しいコンテンツを消費する傾向があります。これにより、動画の寿命が短く、視聴数が急増した後に急減することが多いです。言ってみれば、にわか的と感じられるんですよね。なので動画に使用されても数日で視聴数が減ってしまいます。一方、YouTube は長尺の動画やシリーズものが多く、教育や趣味、専門知識を求める幅広い層に支持されているじゃないですか。ユーザーは特定のチャンネルやクリエイターに対して継続的な関心を持つことがあるし、動画が長期間にわたって視聴される傾向があります。結構、特性の違いってのが見えますよね。なので、TikTok の一般の動画で使用されてなくてもいいのかななんて。やはり肝は CML で使用されること。という私の結論です。まだ、結果も出していない奴が何言っているんだ。と。そんなわけで今回はここらで締めます。評価や登録していただき、そして、いつもご視聴いただき御礼申し上げます。それでは、ご視聴ありがとうございました。